ラギレンのミカコがお送りしている Enter FM 東京ミュージックレーダー。引き続きゲストにビルボードジャパンの村田舞子さん、そして株式会社ラボ代表取締役社長脇田隆さんにお越しいただいております。よろしくお願いいたします。続いては様々なチャートが発表されている中からビルボード2024年年間アーティスト100を見てみましょう。ビルボードジャパンアーティスト100 of the year 2024、10位から振り返ってみましょう。10位あいみょん、9位キングヌー、8位米津玄師、7位クリーピーナッツ、6位アド、5位オフィシャルヒゲダンディズム、4位バウンディ、3位YOASOBI、2位バックナンバー、そして1位ミセスグリーンアップルということで10バンドの方が、出ているわけですけれども、またここで、ミセスグリーンアップルが首位を獲得しています。ミセスグリーンアップルは2024年の年間ジャパン HOT100 に17曲がチャートインし、1年間を通じてほぼ毎週10曲以上がジャパン HOT100 に入ったということで、またちょっとミセスグリーンアップルが出てきていますけれども、こちら村田さんどう受けられますか？そうですね、まずこのアーティスト100っていうチャートが何なのかっていうと、先ほどご紹介いただいたジャパン HOT100、これが、楽曲単位の総合ソングチャートにあたります、はい、それともう一つ総合チャートはもう一つ発表していて、はい、HOT アルバムズっていう今度はアルバム、において、CD セールスとダウンロードを合算したチャート、今はストリーミング指標も加えてるんですけど、2024年の間はこの2指標でした、はい、それのポイントを合算してアーティスト単位で名寄せしていったチャートがこちらになります。でミセスが1位だったっていうのはやっぱり、はい、特にストリーミングにおいて異様な楽曲数が毎週チャートインしていたっていうところに尽きる感じになるので、1年間を通じてほぼ毎週10曲以上が入っていると、はい、なのでただこの並びを見ていただくと、はい、本当に6位のアドさん、いや特には1位から5位、ミセス、バックナンバー、YOASOBI、バウンディさん、ヒゲダン、はい、までってなると本当に毎週何曲かがチャートインし続けるっていうような状況に特にあったなっていうふうに思います。でアドさんも大きくヒットした楽曲ショーだとか、はい、っていう曲がありつつコンスタントに新曲を出しておられたり、はい、っていうところ、特にあと2024だと米津玄師さんもそうですよね、アルバムの出しになられたりっていうところなので、はい、そこの盛り上がりがすごく見られたかなと思います。逆に言うとクリーピーナッツは、はい、ブリンダマンボーンとあと24年は2曲2度寝とっていうところと、そこに付随して上がってきた9曲っていうところの勢いで7位に上がってきたっていうところもあったりするので、そこもまた面白いところかなと思いますね。そうですね。秋田さんどう見られますか？はい、2位のバックナンバーに注目したいなと、はい、思うんですけど、はい、このトップ20割と新しいアーティストがこう多い中でですね、はい、まあ中堅と言いますかベテランは言い過ぎですかね。でもね、私が小さい時からというか、私が学生時代の時からずっと聞いていた方々なのでね、もう長いですよね。はい、はい、ここに来てのこの年間のアーティストの2位っていう、でも確かに2024年いろんなところでこのバックナンバーの曲を歌ってる人たちが新宿駅付近を歩いてると聞こえてくるし、やっぱカラオケで一番受けるのはバックナンバーだバックナンバーにかなうものはいないという声も若者から聞きましたし、はい、そんな感じがこう数字にですねはっきり現れてですね、まあ、ちょっと意外かなと自分は思ったところですね。はい、そうですね。先ほど最初にお届けした HOT100 of the year の方には、まあ、いらっしゃらなかったというか、逆にそのバックナンバーさん以外の方々はそのチャートに入ってましたからね。ここでバックナンバーがこうバッて出てくるっていうのはまたちょっとね、一つまた別の色が見えるかなというふうに思います。はい、あとYOASOBIずっとこの年間のアーティストランキングにもう1位か2位かで今回の3位っていうところで、もうこのランキングのもう申し子のような上半期のタイミングではバックナンバーを抜いて2位でした。
逆にそこでじゃあバックナンバーが今2位に来たっていうのはやっぱ楽曲リリースだったりするんですかね。そうですね、去年だと新しい恋人たちにっていう楽曲が新しくリリースされて、そこが、ガッと上がっていったところもありますし、バックナンバーに関しては先ほどもちょっとお話ししちゃったんですけど、季節の風物詩、もはや季語になっているっていう楽曲が本当にたくさんお持ちでいらっしゃる。あと夏になると高野花子さんがちゃんとやってきたりできますね。で冬になるとクリスマスソングの他にもヒロインとかありますね。そうですね、そこもはい一緒に上がってきたりっていう、もう本当にバックナンバーとともに季節の移ろいを感じるような、そのレベルの存在になっておられるんだなっていうのがすごく感じる。絶対聞きたくなっちゃうもんな、高根の花子さんとかそうなったら。それに加えて、水平線っていう曲がずっとホット100上位に続ける形なんですけど、そういう本当に根強い支持、もう季節とかにも関係なく、っていう風な楽曲もしっかり持ってらっしゃるっていうところがこのアーティストチャートでの強さに現れているのかなと思います。YOASOBIもそういう点だとそうですよね。今日本で一番ストリーミング再生されている楽曲っていうのは YOASOBI の夜にかけるなんですけども、こちらも10億を超えて累計再生10億を超えてっていうところ、しかも YOASOBI は楽曲のリリース2024年は少し少なめだったかな、これまでに比べると少し少なめだったかなっていう印象ですが、コンサートに新曲をリリースされて、さらにライブでも披露されてっていう盛り上がりがあったかなっていう1年ではありました。ありがとうございます。10位までしか今読み上げてないんですが、20位までも見ると K-POP グループが、3組もランクインしております。ニュージーンズが13位、ルセラフィムが17位、そしてセブンティーンが19位ということなんですけれども、 K-POP の人気もちょっと注目していきたいと思います。今年もこれからも続くんでしょうかね。秋田さんどう思います？はい、もう層の厚さというか、もうビジネスモデルからして強力ですんで、続くとは思うんですけど、やっぱりこうニュージーンズのことがあってですね、本当にこうニュージーンズが勢いのままずっと続いていてたらっていうのが急にプツンと切れちゃったことが、心配だなとは思いますね。そうですね。 BTS とか、ブラックピンクだったり、今流行ってるロゼ、そうですね。K-POP という枠を超えた何かっていうものが、じゃあ日本で、この推し活的な日本での K-POP とどういうふうに影響し合っていくのかなっていうところが興味深いなと思いますね。2025年。村田さんはどう見られますか？そうですね、なかなか難しい話題だなと思うんですけど、ニュージーンズが逆にここまで13位まで上がってきたっていうのは、私はこれはK-POP によくあるファンダムだけの盛り上がりじゃなかったっていうところが一つ大きな理由かなと思って、熱心なファンの方以外にも楽曲が聴かれている。そうですね、それが大きいかもしれないですね。そういうところになると、もちろんニュージーンズもそうですし、先ほど年間ホット100で上がってきたアイリットのマグネティックとかもそうだなと思うんですけど、そういう風な楽曲が今後も出てきたら、またそこでK-POP 支持も変わってきたりするのかなとは思いますね。個人的には私高校時代から実は K-POP すっごい好きで聴いてたんですけど、やっぱりTWICE だったり日本人メンバーがいるグループっていうのが韓国でも日本でも世界でも認められたというか、いろんな人に知られたっていうのがまた一つ大きなパワーとなって、今こうやって日本にもどんどん来ている理由の一つなのかなっていうふうにも見受けられるかなと思いましたね。で日本のダンスボーカルグループの方もちょっと注目したいんですけれども、日本人のダンス&ボーカルグループで最も順位が高かったのは12位のナンバーアイです。2024年1月1日にデビューしたばかりですけれども、ラジオダウンロード動画指標でトップ10以内に食い込んだということで、
これもまたすごい勢いなんじゃないでしょうか。村田さんいかがでしょう。ファンの方が特にナンバーアイの楽曲を、いろんな人に聴いてもらいたいなっていうような、なんか外に出していきたいっていうような熱量がすごく高く感じるんですよね。拡散力、ファンの拡散力ってことですね。なんでファンの方が自主的にステーションヘッドっていう、ストリーミングサービスを使用してリリースパーティーみたいなのを行うみたいなサービスがあるんですけども、それをファンの方が有志でされてたりだとかっていうような、そういう風ので、なんでファンの方が自発的に盛り上がりを作ろうみたいな動きがすごく活発だなと感じてて、それはある意味 K-POP に近い、ファンダム文化に近いようなところがある。しかもそれに応えるようにっていうとどうかななんですけど、実際何倍もこちらに出演されたりだとかっていうの、お舞台に出ていこうっていうアーティスト自身の意欲とファンの方の意欲っていうのが押し上げていったような結果なのかなと思ったりもしています。脇田さんはどう見られますか。はい、ナンバーアイ非常にやっぱり注目させられた2024年でしたね。やっぱりこちらもやっぱりこう海外進出世界進出っていうのを、もうその前の事務所前のグループの時代から言っててですね、それがちょっと理由になってこう抜けて新しく始めたナンバーアイっていうグループ名もそういう意味も確か入ってたのかなとは思うんですけど、有言実行というかそれに合った活動をしっかりして、やっぱりこちらでも気合いの入ったパフォーマンスを見せましたし、やっぱ場に出ていったっていうところだったり、このグローバルなプラットフォームの中で自分たちのこう価値を証明しようっていうことが、ファンの人にもやっぱり理解されてるというか響いてるっていうのを感じたんで、2025年次の手は何だろうかと、これナンバーアイだけじゃなくてこちらに出てた各グループの次の動きが非常に楽しみだなと思っていまして、ナンバーアイの楽曲もそうですし活動もそうですし、何かこのアイドルカルチャーから出てきた日本初のものがどういった発展をするのかリードしているグループだなと思いますね。ありがとうございます。今までいろんなアーティストについて今触れてきましたけれども、今と昔の音楽の聴き方に違いがあるかなと思うんですけれども、どのような影響があると思いますか。村田さんいかがでしょうか。そうですね、さっきもちょっとお話出ちゃったんですけど、まさしくストリーミングに変わったからこその、特にトップ5の並びだろうなっていうのはすごく思っています。先ほど申し上げた通り、このアーティスト100ってHOT100と HOT アルバムズソングとアルバムでそれぞれポイントをうまく積み上げられたアーティストさんが年間で上位に上がってくるっていうような仕組みなんですけど、それに関して言うと、特にアルバムを何か出したからっていうよりかは、常に HOT100 に楽曲が聴かれ続けているっていうアーティストさんの方が上位に上がっている傾向にあるんじゃないかなと思うんですね。見ていただくとそう思いますね。明らかにその支持がずっと強い大きな支持がある方々というか、ここが今ランクイン上位されてますもんね。さらに週ごとの HOT100 を毎週見ていたりすると、動いている楽曲って必ずしもその時にリリースされた最新曲とかではないかったりもする。実際にミセスのライラックがリリースされた時も、その後にもいくつか楽曲リリースありましたけど、ずっと1位はライラックだったりとかっていうのもあったので、そう思うとそれは CD 買って終わりだとかじゃない、 CD ベースからストリーミングベースに、チャートの動きだとかっていうのも世の中の流れとして、動いていったからかなとは思いますね。そうですね。脇田さんどうでしょうか。そうですね、そのストリーミングだったりデジタルプラットフォームに音楽流通の中心が移行したっていう結構経つんですけど、日本の場合それが対応が遅れた中で、このやっぱりビルボードランキングっていうものがですね、本当にリスナーがどう聞いたかっていうのを
ストレートに反映させるランキングを作っていただいたおかげで、我々もそれを感じ取れるようになり、それがリスニングに与えてる影響もあるでしょうし、業界に与えてる影響もあると思うんですよね。そういう世の中と空気を反映する音楽シーンっていうのが本当に2024年のこの年末に感じ取れたなと思いましたね。ブレイクするこれから、今もそうですけど、この今ブレイクされてるアーティストにじゃ共通点のようなものってあったりすると思いますか？それはあんまりない気がしますね。私もないと思いますね。それぞれがそれぞれの理由でヒットだったり、支持されていて、今ここの順位になっていると。なんでビルボードさんも、もういろんな種類のランキングいっぱいあるんですよ。今日ご紹介されたのはそれの総合したものであって、いろんな切り口でたくさんランキングを作らないと捉えられない多様化の時代っていうのをまさに象徴されている。本当にいろんなチャートばっかり出してでどれも意味があるんですよね。そう思っていただけると嬉しいんですけど、いろんな全部チャートビルボードのネットで検索すれば出てきますから、それを見てまた新たに気づくことも多分いっぱいあるでしょうね。そしたらね。そうですね。あります。だからなんかビルボードマニアみたいな人たちまで出てきちゃってもう何時間見てもね楽しめますからね。あれは好きな人はマニアですか、秋田さんは？自分まだまだ甘いですねもっと頑張らないと。頑張りますか、ありがとうございます。最後に、2024年の音楽シーンはお二人から見てどんな特徴があったのかを、それぞれ伺えればと思うんですけれども、村田さんいかがでしょう？そうですね、クリーピーナッツにまさしく代表されるように、まずストリーミングメインの、世界というか、になったからこその世界同時多発ヒット、もうヒットの源が日本だけじゃなくて世界のどこにあるかわからないっていうような、ある種ロマンのあるそうですね、時代になったなっていうのは、特にクリーピーナッツとかこっちのケンドさんだとかの動きで感じますね。脇田さんいかがですか？そうですね、なんかコロナ禍っていう辛い時代があったりとか、もっとその前から日本が停滞してるみたいな言われてる時代があって、音楽シーンもなんか売れないとか、儲からないとかずっと言われてきた中で、何かちょっと小春日和といいますか、本当にこれから上昇するんだっていうことを表現してるクリーピーナッツだったり、それこそナンバーアイみたいなような力強いアーティストも出つつ、もうちょっとなんかやっと辛い時期が終わったみたいなほっこり系の曲もありつつ、ちょっとこの明るさっていうのを感じたのはいつぶりだろうかと思いましたね。2024年の後半に紅白歌合戦見てても、なんか音楽をみんなで楽しもうみたいな空気が伝わってきてですね、こんな風に感じたのはいつからだろう。暗い曲がダメとは全然思わないんですけど、本当その時皆さんがその曲に救われるっていうことは多かったと思うんですけど、それとは違う、なんかただ素直に楽しむって日本のアーティストの曲でなかなかなかったかもしれないですね、大ヒット曲の中には。K-POP とかに求めてたかもしれないです。確かにそれはそうかもしれないですね。なんか積もってた雪がちょっとずつ溶けて、なんか新芽が出た時のような、なんか希望をね感じられるような、ここで油断したらもうねすぐ冬がまた来るんでやはり希望を抱きながらね、そうですね、攻め続けないとダメだと思うんですよね。グリーンバンバンボーンでも聞いて、自分を上げないといけないと、業界な人々としてはリスナーもそうする時代だと思いますし、そうですね、もう本当ね、年齢、本当そのサブスクというものもできて、SNS で本当今携帯があれば楽しめるっていう、そういう環境になったからこそ、老若男女、どんな立場でも関係なくその曲を楽しめる時代になったからこそ、そういう時代がねまたさらにどんどん希望をね沸かせていってくれるんじゃないかなというふうに私も思っております。ということで、そろそろ時間が来てしまったので、東京ミュージックレディオ新春音楽座談会、今週はここまでとなります。ゲストのお二人とは来週もお付き合いいただきますので、来週もよろしくお願いいたします。最後に、感想やお知らせなどがあればぜひここでと思うんですが、まず脇田さん。
告知させていただいてよろしいでしょうか。ぜひどうぞお願いします。私のですね、3冊目の本となります、音楽未来会議4つのテーマで読み解くこれまでの10年とこれからの10年っていう本がですね、音楽ジャーナリストの柴智則さん、エンターテックエヴァンジェリストの山口紀和さんと私の3人の共著で1月22日にリットーミュージックから発売されます。はい、ぜひチェックしてください。今日のラジオを聞いてた人は特にさらに聞きたいような内容がてんこ盛りなんじゃないでしょうか。はい、やっぱり音楽の未来について考えようっていうイベントを繰り返してそれを本にしてますので、今日話したような話もそのトークの中から考えたことがすごく含まれてますので、もしよかったらそういった本を読んで音楽の未来を皆さんも一緒に作っていってもらえたらなと思いますね。はい、皆さんにチェックよろしくお願いします。村田さんは何かありますか？ビルボードジャパンが、各種 SNS を公開しております。もちろんビルボードジャパン .com のサイトもそうなんですけれども、X とインスタグラムで毎週チャートのトップ10の公開していたり、ビルボードジャパンの記事だとかを配信していたりもするので、皆さんぜひフォローしてください。はい、皆さんそちらもぜひよろしくお願いします。